はい、今週も始まりましたニューイッシュ、ウエストバイヤー人が週末思わず、アウトドアショップに行きたくなるようなそんな新入荷、再入荷のアウトドアギアを60秒でプレゼンする企画です。はい、今日はですね、その前に、はい、なんとおかげさまで3万登録いきました。チャンネル登録3万登。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。1年半ぐらいかかりましたからね。そうですね。ちょうど去年の今頃が1万ぐらいですね。あ、そっか。じゃあ3倍だ。1年。そうですね。嬉しいですね。そうですね。はい。皆様のおかげさまということで、ありがとうございます。それからもう頑張っていきますと。で、今日は、いつもいる加藤が。はい。あ、パスタじゃないんですね。よく気づねますけどわかんないから。そうなんです。はい。横田が来てますんで。新潟県のキャンプ担当です。プレゼンターもニューイッシュということで、お願いします。うまいことを。うまいね。入りました。それでは最初の方、行ってみましょう。はい。はい、私が今回紹介するのは待ちに待ったですね、ティートンブロスの TB ジャケット SE、 これが来ました。やっとちょっと遅れてですね、ご予約もらってたりもしたんですけども、ようやく来ましたので、まだ全数じゃないんですけども、ようやく来て、これ大ニュースが1個あるんですけども、知ってる方はですね、早い人はちょっとですね、素材が変わりました。今までポーラーテックのネオシェル有名でしたけども、TB といえばそうですね、代名詞でしたけども、でこの TB ジャケット一番のね、まあ中心モデルですけども、これが、大幅に急遽変わったんですよね。急遽。はい。まあこの経緯はね、結構いろいろあって60秒で間に合わないんですけども、それはまた別の動画で。そうですね、はい、しますが、大幅リニューアルされて、で機能もですね、やっぱり使ってるガイドさんの声を聞くと、非常に機能的にも良くなってるっていうことですので、で、値段も変わってません。あ、一緒なんだ。はい。で、この TB ジャケットのまあ代名詞、その通気のある防水糖質ですので、まあ快適にね、着れる。はい、ちょっと着てみましたけども、ポーラーテックのネオシェルから、こちらですね、見慣れないかもしれないですけど、タズマというですね、タズマ聞いたことない。トーレの新素材になります。あ、トーレだ。はい。で、このティートンブロスと共同で開発した新素材になっていて、性格としては、やっぱりポーラーテックのネオシェルに近いです。通気の持たせてる、防水糖質素材ですね。で、前の生地よりもですね、ちょっとしなやかになって、ストレッチ感も若干ちょっと高いです。そうですね。うん。ソフトシェル感というかですね、防水でハードシェルではあるんですけども、ソフトシェル感のあるような、よりこうしなやかな生地に変わってますね。はい。大まかな仕様はですね、大きく変わってないんですけども、若干このポケットが長くなったりとか、で、気づく人気づくかもしれないですけど、前はね、ここのセンターだけビスロンジップだったのが、すべてビスロンになりました。はい。開けやすい。開けやすいですよね。で、重量は、まあ、ほぼ変わらないんですけど、若干ちょっと軽くなってますね。はい。いいこと。で、パンツも、ビブパンツ、TV パンツもありますので、で、これまだね、ちょっと各店、一部の入荷で、今週また追加で入るってことなんで、はい。今週末には、ほぼ揃うかと思いますので、ぜひチェックしてみてください。今回私が紹介したのは、ティートンブロスの TB ジャケット SE でした。それでは結果発表です。皆さん、札の方お願いします。はい。最近甘いんじゃないですか。大丈夫？なんかちょっとそんな流れ来てますね。よくなんかね、もうね、好きなブランドしかないもん。好きな商品しか。確かにそうですね。初いいねでしたけれども、いかがでした？そうですね。まあ、自分、出勤するとき自転車なので、やっぱりこれからの時期雨とか降ること多いので。死活問題が。新潟の冬を対応するにはこのクラスが必要だと。で、ストレッチ性が効いてるっていうのがやっぱり、まあ自分的には嬉しいなっていうところでいいねさせてもらいました。スキー場だけでなく、バックカントリーだけじゃなく、普段もなんか使えそうなストレッチ入ってるから、いい着眼点です。いいですね。
もう僕らじゃ言うことないっすね。終了。金住さんいかがでした？やっぱりスタッフも、前のモデル含めてもちろん着てるスタッフも高いじゃないですかっていうのと、で、またそのスタッフに聞くと、やっぱり冬、なんだろう、前のそのネオシェルでは、まあ状況によってはやっぱり通気が、ちょっと寒いなっていうスタッフもやっぱりいたりとかして、それがこう新しい素材になったことで、どんだけ、なんだろう、より良くなったかっていうのがすごい気になりますね。試さないとだよね。はね、どっちを重視したのか。どこにそうですね。まあ、振られてるかっていう。ビレーパーカーとかも、2種類充実して出してますし、やっぱりまあ、外側から着る、この上にね、羽織るものも用意してますので、ちょっと状況によってはそういうモデルも使わないとダメかなと思いますけど。でもやっぱりハイカップとか、どうしてもやっぱ暑いんで、そのぐらい抜けた方がやっぱり多分快適なんじゃないかなって気もしますしね。はい。僕もずっとゴアテックスってきたけれども、まあそろそろとかもうすごく成熟して、毎年、ティートンブロスいいところは、すっごい細部が変わるところ。そうですね。まあ、名前はね、これ14年、もう出続けてますけど。14年ですか。14年。長いですね。私たち初期の頃に展示会行って、ここもうちょっとこうしてほしいって言ったら、翌年すぐなってたりとか、そういったそういうね、アップデートがね、すごく毎年繰り返してるので。何より日本のブランドだ、日本を代表するブランドだということで、私たち日本人にぴったり合うのかなというところで。しかも一番最初出た時、トーレだったんですよ。トーレのダーミザックス。戻ってきた、トーレに。そうですね。なるほど、時を経て。そこなんか素材、次の動画レビュー気になりますね。そうですね。まあ、要注目ね。こだわりが本当詰まってますよね。トーレとしても最高峰の素材ってなってくると思うので。最新ですからね。劇的に最新で最高峰ですね。楽しみです。ということで TB ジャケット SE は3位ね獲得でございました。今週末から入ってくるということで、また追加が入ってくるということになります。はい、次の方行ってみましょう。はい。はい。今回ご紹介しますのは、LL ビーンの1912スウェットシャツフーディーというものなんですけども、これちょっとまあ普通のパーカーに見えると思うっていうか、普通のまあパーカーなんですけど、そうなんですが、ですね、このロゴですね。はい。このロゴが、まあ筆記体ロゴなんてね、従来 LL ビーンで呼ばれるタイプのものなんですけど、このロゴ、最初ここに首元にタグついてるんですけど、まあ、60年代、70年代ぐらいにここについてたタグがこういう筆記体の文字だったんですよ。それを筆記体ロゴって言いまして、で、それが、90年代くらいに、この全く同じような感じで筆記体のロゴをあしらったやつが、他社のラッセルアスレチックっていうスウェットのボディがあるんですけど、それを使ったパーカーで90年代に LL ビーンで出てたんですよ。それうちのスタッフも赤いパーカー着てるスタッフいるんですけど、あれはそうなんだ。そうなんですよ。あれが当時もので、そのデザインが今回、まあ、復刻というか、久しぶりに、はい、戻ってきたっていう感じなんですよね。いや、パーカー自体結構なんだろう、古着市場でも、未だに人気が高いデザインでよく着てる人とかもいるんですけど、それがね、まさかこう公式で、しれっと復活するとは思わなくて、はい。そうなんですよ。やっちゃってるやつなんで。いや、ついに、殿下の方と出しちゃったなっていう感じの。はい。で、スウェット自体は、その前のラッセルのそのボディの時よりはよりちょっと薄めで、裏肝が入って、ちょっと着やすい感じになりましたね。あっちはちょっとヘビースウェットみたいな感じだったんですけど、こっちはもうちょっと楽にゆったり着れると思います。今日はこの2色あったんで持ってきましたけども、で、あと、クルーのスウェットの方も、このロゴが、フロッキー加工みたいな感じで、ちょっと浮き上がった、この筆記体のロゴのタイプとかもあったんで、まあいろいろ選べる感じになってました。これ非常にやっぱり合わせやすいデザインでもあると思うので、ぜひ、ちょっとね、注目していただけたらいいかなと
思います。LL ビーンの1912スウェットシャツフーディーでした。それでは皆さん結果発表です。札の方お願いします。はい、ドン。あれ記憶。なんかちょっと心配した。ああ、そうですか。はい。いや、やっぱり金泉くんのちょっと説明聞いたらちょっとやっぱ欲しくなりました。いや、ありがとうございます。最初高いかなって思ったんですけど、値段見て、LLB のプライスよりちょっと高いかなと思ったけど、まあ、そういうことなら、そういうのがね。横田さん。自分も古着結構好きなので、好きだよね。はい。やっぱりその旧ロゴのデザインとか、知ってる人しか知らないっていうところを出されると、やっぱ欲しいなと思います。そこがツボなんですね。はい。言われてみればっていうやつなんですね。サイジングとか今のどんな感じで選ぶのがいいですか？これUS サイズだ。サイズに対して日本の対応サイズって書いてあるんで、基本的にUS のサイズだとやっぱ日本よりワンサイズ上のイメージで、なんで M だったら L 選んでいただくぐらいでちょうどいいと思います、じゃあこれもし通信販売とかで買おうと思った場合は、サイズ表記気をつけなきゃね。どっちのジャパンと US どっちで書いてるか見た方がいいね。そうですね。両方書いてあるタイプはね。結構最近ジャパンフィット多いですけど、これは US フィットですね。逆にそっちの方がいいもんね、こういうモデルだったらね。ゆったりと着れると思います。ということで、あれですかね、久しぶりじゃないですよね、3いいねは。いや、前もそうだったよね。前も、先週優しい回だった。最近優しい。今週も優しい回。最後の方行ってみましょうか。LLB のスウェットシャツフーディーでした。次の方、お願いします。じゃあ、横田さん行ってみましょう。はい、私が紹介しますのは、キャプテンスタックステンレス巻きラックテーブル。こちらキャプテンスタックの新商品となっております。はい、これからの時期、キャンプに行くと、急な雨だったり、あと、地面が湿ってるっていうことが、多々あると思うんですけど、そういった際に薪の置き場って結構困ることが多いと思うんですよ。乾かしたいですよね。そうなんですよね。はい。なので、巻きラックっていうのは割といろんなメーカーさん出されてると思うんですが、こちらキャプテンスタックの商品、巻きラックテーブル。テーブルがもう一体型となっておりますので、薪の置き場にも困らず、天板もついてるのでテーブルとしても使用できるっていうものになっております。で、テーブルの方はこちらステンレス製の鉄板となっておりますので、熱したダッチオーブン、スキレットなども、直接置くことができます。はい。で、傷汚れにも強いエンボス加工が施されているので、汚れたりしても直接拭いていただけるのも、はい、お手入れが楽ですし、はい。で、こちらなんですが、巻きラックだけ、っていうものはいろいろあると思うんですけど、天板も一体になっておりまして、で、天板外していただくと、こちらの部分、そうなんですよ。はい。足がついているので、これをもうそのまま下に置くことで、テーブルとしても使っていただけます。そうなんですよ。はい。この天板だけだと少し低いかなって思うこともあると思うんですけど、割と最近ソロキャンパーの方だと、地面に直で座るっていう方も多いと思うので、そういった方にはちょうどいい高さなのかなと、はい、感じました。そうですね。はい。で、これから寒くなってくるので、焚き火がすごく楽しい時期にはなってくると思いますので、焚き火のお供にこういったテーブルがあるとすごく便利だなとは、はい、感じました。以上です。それでは結果発表です。皆さん札の方お願いします。はい、はい、はい。ありがとうございます。優しさだけ優しい。いや、これ普通に欲しい。ねえ。物言いだな。この企画ボツになってきますよ。このままじゃ。全部いいねあげてたら。やばい。存続の危機に今。危機に。立っている。じゃあもう、その絶賛の皆さんですけれども、金泉さん。はい。実はもう俺これキャンプで使わせてもらってます。あれ？そうなん、それね、そうなんですよ。一回使わせてもらったんですけど、すごいいいです。よかった。はい。実際
余った薪持ってきてくれてたんですけど、置き場所がなくて、で、ちょうど良かったんですよ。この、デッドスペースとかの無駄にしない感じがやっぱり、すごいいいですし、それでいて、ステン天板のテーブルとしてももう、ガンガン使えましたし、で、これ、開閉組み立てがすごい楽なんですよ。なんかこう、めんどくさいところがない。ただ開いて、乗せるだけでいいんで。まあこうだ、X だったら。そうなんですよ。こうなってるだけで、開いて乗せるだけなんで、なんも難しいことないんで、すごい使いやすいです。最高でした。松田さんいかがでしたか？そうですね。やっぱり、テーブルだけだとね、それだけでになっちゃうんですけど、こういう二徳というか、兼用できるのやっぱり好きなんで、高さもね、やっぱり、ロースタイルのチェアとちょうどいいですし。ちょうどよかった。欲しいですよ、これ、本当に。買います。買ってください。はい。ありがとうございます。ぜひシンプルな。公式にお勧めされてる使い方がわかんないですけど、B6 とか載せてもいいんだよね、多分ね。ただのステンレス天板として。なんかそういう使い方も確か書いてある。まあそうですね。特にこの下の敷いてる状態とか多分いいと思います。これ地面から離すためのものとして使って、で、これ今大きい薪入ってますけど、実用だともっとたくさんで薪持ってたりすると思うんで、これだとかバーって集めたのをそこにちょっと置いて乾かしておきたいかな。そういうなんか、もうソロキャンプしないんですけど、まあ、そういうセットで行くとなんか楽しそう、機能的に過ごしそうだなと思って、いいなと思いました。これまたね、ケースも。キャプテンサウといえば、収納ケースがついてる。必ずついてると。もう、サイズぴったりなんで。必ずつけてますよね。必ず。ついてない商品ない、何にでもついてますよね。それがまた素晴らしいところというか、いいですよね。それぞれ単品の販売なくても、まさにこの3点セットで、一つの商品と思うと値段もまあ納得してるんですよね。本当ですよね。傷つかないのやっぱいいな。気にならないんですよね、これ。気にならない。傷つかないわけではないんだよね。気になりづらい。傷がついたのがわかんないっていう。ということで今回3いいね。いやこれはもう素晴らしい。間違いない。ありがとうございます。これも新潟店とか、この秋の商品なんですよね。最近入ったばっかの。そうですね。はい。新商品ですね。じゃあ各店に今並んでるということで、まだまだ秋の晩秋にも関わらず商品出てきますね。本当だね。本当すごい時期に。冬だけどね。いろいろ物流の関係ですかね。ありますが、まだまだ冬も商品出てくるのがありますので、ぜひ注目してみてください。キャプテンスタッグステンレスマキラックテーブルでした。はい。ということで今週も、満いいね。そうですね。まあ、加藤さんの代役もね、やっていただいた横瀬さん。これから。意気込みをね。そうですね。今後の意気込みを教えていただいて。楽しみです。また違うゲストもあるのかと。そうですね。はい。ちょっとしばらくは、空いてもらったら嬉しいですね。最終的に我々の方が誰一人いなくなってるかもしれないですからね。全員入れ替わってるかもしれない。これ多分質問後来るかと思うんですけど、今日の着こなしは、ゴーヘンプのニットにあとこれはモンベルのサムエですね。はい。ちょっとまあ見づらいんですけど、まあここにモンベルのロゴが、はい、入ってまして。サムエにパーカーを合わせたこの職人スタイルですね。そうですね。はい。これを似合うようになりたいですね。もともと横田さんはアパレルの方に、アパレル業界に若い頃いらっしゃって、いろいろあってこっちに来るわけですけれども、だからアパレルのところもちょっと新潟店にいますんで、ぜひ、横田さん声かけてもらうと、親切にご対応させていただきます。よろしくお願いします。この店員さん出るシリーズまた機会があれば、と思いますんで、ぜひ、はい、レギュラーメンバー欠席してください。違う間違ってる。ということで、3万チャンネル登録券のニューイッシュはここまでになります。プレゼントキャンペーンがずっと続いてるんですよね。そうですね。はい。このハッシュタグで応募してください。今 CG で入ってるんですよね。そうですね。不動声でね。今、インスタグラムの方見ていただくと内容も載ってるんで、はい。ぜひ、皆さんお待ちしてます。すっごいお得な内容になってましたね。いや、そうですね。はい。5名様に当たるんで。そんなに当たるの？そうなんですよ。超高確率っていうかいいね。いや、ありがたいお話だったんで。冬のクリスマスプレゼントが間に合う。いや、本当そうですね。はい。時期的に。ぜひぜひそちらもチェックしてみてください。概要欄にもそちらの方、リンク貼っておきますので、見てみてください。あとはもう一つお知らせがあります。私たちウエスト、サテライトショップっていう形で、佐渡に12月の、初旬にですね、売り場をちょっと設けたいということで、両津港、佐渡汽船がつく両津港から歩いて2、3分のところに新しく佐渡アウトドアベースという、アウトドアの拠点ができます。そこに私たちインショップという形で出店をさせてもらいますので、その準備でしばらくいません。その案内、そっちの案内。お店開くっていうよりもね。
ということで、不在と。はい。早速欠席となってきますので、本土組の皆さんよろしくお願いします。ちょっと来週というか、次回以降のメンバーがちょっと気になりますね。どうなるんでしょうか。向こうでニヤニヤしながら見させてください。佐渡から見ます。ということで、荒海の日本海を渡って出店の準備に、はい、来週から行ってきましょう。はい。ということで、それぞれがそれぞれの場所で、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。